はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？今ね、ちょうど家に帰ってきたところです。もうね、本当に暑いの。もう本当に日本の夏は今暑いです。で、こんな風にね、今私暑いけど長袖を着てるでしょ。これは日焼けするのを防ぐっていうのもあるんだけど、もうね、この長袖がないと逆に太陽がね、もうじりじり照りつけてくるから、本当に痛いぐらいなんですね、肌が。そうだからね、もう暑いんだけど長袖を着て過ごしてる、そんな日がね続いています。で、今日のサクッとネイティブのワンフレーズはバグるです。バグる。皆さん、バグる聞いたことあるかな？なんかもともとは英語のバグから来てる言葉だよね。コンピューターとかそういった機械に不具合、なんかおかしい、止まるとかね、なんかそういう不具合が起こることを指す言葉です。バグる。だから例えばスマホのアプリが突然動かなくなった、そういう時になんだかアプリがバグってる、なんかスマホバグったんだけど、なんかこんな感じでね言います。そうでも最近の日本語では機械だけじゃなくって、こう人間に対してもねよく使います。例えば暑すぎてもう頭がバグったとか、あともう忙しすぎてちょっとバグっちゃいそうみたいなね、なんかそんな感じでね使ったりするんです。で、今日どうしてこのワードを選んだのかっていうエピソードも一緒にご紹介するね。で、今日ね、私は10年ぶりに会う友達とね久しぶりに会ってきたんです。すごいでしょ？ 10 年ぶりなの。高校の時に2週間だけオーストラリアに行ったんです。だいたい高校生の20人ぐらいのグループだったかな。それで現地の高校にねこう2週間だけ通う、そんなプログラムがあって、そこで一緒にホームステイをしていたね友達がいたんです。その日本人の友達ね、その子たちにすっごく久しぶりにね会ってきました。で、待ち合わせをしてたんだけど結構みんな遅れたので、私は時間通りぐらいにちょうど着いたんだけど、みんなから遅れるよっていう連絡がね LINE で来たんです。で、そのね文面が、1人目の子がねなんか暑すぎてもう頭がバグってたみたいで電車逆に乗っちゃった、だからちょっと15分ぐらい遅れるっていう連絡があったんです。で、これは要するに間違えちゃったっていうことなのね。その乗らなきゃいけない電車の逆の電車に乗っちゃったの。逆の方向に行く電車に乗っちゃった。だから正しい日本語で言うなら、間違えて逆方向の電車に乗ってしまったので遅れる、ごめんね、こんな感じだよね。でもなんかそれだとちょっと真面目すぎるんだよね。しかも自分でもその子は多分、なんで私こんな逆の方向に間違えて乗っちゃったんだろうっていう、もう私何やってるんだろう、自分ってドジだなみたいな気持ちも含まれてるはずなんですよ。そう感じてるはずだから、メールの文面にもう暑すぎて頭がおかしくなっちゃったみたい、自分でもそれぐらいだから、暑すぎて頭がバグっちゃったみたいで電車逆に乗っちゃった、マジでごめんみたいな感じで LINE が来てました。だから本当にね、今ってすっごく外が暑いから、もうね外に出ると結構頭がこうボーっとしてきたりとか、あともう暑いなしか頭の中になくって、ちょっとうっかりね間違えちゃう。なんかそれぐらい暑いっていうことにこう考えが取られちゃう気持ちすごくわかるんですね。そう
だから私はねそのメールを見て返事でいやこんだけ暑いからわかるよ笑うみたいなゆっくり来てねっていう風に返しました。そうだからねなんかただ間違っちゃったとかいうよりも少しお茶目な感じがするんだよね。こうフランクでもう私何やってんだろう私の頭バグったみたいでみたいな感じでねこうフランクな自分に対する、ちょっとやっちゃったなドジだったなみたいな気持ちも含まれた表現かなっていうのですごくね、ネイティブらしい表現だなと思ったので今日ご紹介しました。はい。で10年ぶりにね会ったのでやっぱりねどうなってるかなとか思ったんだけどやっぱりねお互いね多分変わってるんだよ。それは10年年取ってるからさ絶対変わってるんだけど基本的なこう話し方とかねこう盛り上がる話題とかね本当に10年前のまんまだったんですね。だからみんなで本当にお互い変わんないねってこう言い合ったような感じでしたね。はい。なんか学生時代の友達だからそういう大人になってからよりも本当に自分が子供だった時それが高校生だったとしてもなんかそういう時ってこういろんなこうかっこつけたりもしないしすごく自分そのものが出てる時だと思うんですね。その人の個性がそのまんま出てる時だからお互いにすごくリラックスしてね楽しめたなっていうふうに思います。そういう友達のことをね気心が知れた友達ってね言ったりします。そうで気をつけてほしいのが一応バグるっていうのはどちらかというとスラングに近いです。だから、すごく丁寧に話したい時とかには使わない方がいいかな。でもこうあえてフランクな会話タメ口で話すような友達いるよね。あと恋人とかね、そういう相手にはすごく全然使っても自然な言葉かなっていうふうに思います。で意外とね結構たくさんいろんなシチュエーションで使えるんですよ。さっきも説明したけどまずは機械とかあと家電とかそういうのに使うバグる。このサイトなんだか表示がバグってる。あとはカーナビがこう車のナビゲーションあるよね。そうカーナビがバグってて全然違う場所に着いちゃったとかね。それからお店のレジのシステムがバグってて同じ商品が2回売り上げに登録されちゃってたとかね、こんな風に機械だと使います。次にさっきのエピソードの例だよね。頭がうまく働かないっていう時なんかドジなことをしちゃった時そうだから寝不足でちょっと頭がバグってるもう何から始めていいのかちょっとわからないとか疲れて頭がバグってたみたいで全然仕事に集中できなかったとかそれからもう一気にいろんなことを質問されたら頭がバグっちゃうよみたいな感じでね言ったりすることもできます。もう一つねよく使うのが金銭感覚がバグるです。これはね結構みんなスタンダードで使う表現だと思う。金銭感覚がバグる。要するに結構使っちゃったお金を使っちゃった時によく使うかな。金銭感覚がバグる。だから旅行中ってさ結構普段買わないけどせっかく旅行に来たんだしっていうので限定のお土産のものを買ったりさするでしょ。あとテーマパークもそういうのあるよね。だから旅行中って本当に金銭感覚がバグるよねとか、あとテーマパークにいるとなんだか1000円が安く感じちゃって金銭感覚が本当にバグってきたとかね。あとよく言われたのは結婚式とか、そういうのも結構金銭感覚がバグるって言われるかな。なんか今はコロナがあってね結構
そこまで結婚式にお金かけなくなってきたんだけど、結婚式のお金ってもうテーブルにさ置く一つのお花だけで追加すると5,000円とか、それがもうちょっと大きくなると1万円とかね、こう簡単になんか普通の花屋さんで買うよりもすっごい高い値段設定がされてたりするんですよ。そうでももう結婚式自体が200万とかさ、それぐらい300万とかかける人もいるのかな、そうするものだから、もう1万円追加ですって言われても安く感じちゃうみたいなねことがあるんですね。だからそういうのも金銭感覚が本当にバグってきた、こんな感じでね使ったりします。あとは時差ボケの時も使うかな。曜日感覚とか時間の感覚がおかしい時、なんか今さ夏休みでしょ、日本はね夏休みなの。だから今日何曜日だったっけみたいに、あれなんかちょっと曜日感覚バグってたなみたいな感じで使ったりもします。で気をつけた方がいいのは、このバグってるを人に使う時には自分に対して使う方がいいです。こう人に対して何ちょっとバグってるんじゃないっていうのはちょっとねすごく失礼に感じるような気がするので、自分のちょっとドジしちゃったこととか自分の感覚がおかしくなってるなって自分で思う時、なんかそういう時に、いやほんと今私のだよね、頭がちょっとバグってるわみたいな感じで言うのがおすすめです。じゃあね、たくさん例文を言って今回はおしまいにするね。暑すぎて頭がバグった、電車を逆方向に乗っちゃった、ごめんね。それから寝不足で今日は頭がバグってる。それからメガネをかけたままメガネ探してたの、ちょっと本当に私バグってるよねとか、それから今連休中だから曜日感覚がバグってる、こんな感じです。イメージできたかな？それじゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の YouTube でお会いしましょう。またね。